まなみさん、どういうふうなきっかけで、パートナーの方と知り合ったんでしょうか？今の彼氏はですね、実は10代の時に一回付き合ってたことがある人で、そこから、まあもちろん別れてるんですけど、そこからずっとお友達だったんですよ。本当に普通にお友達として、たまに会ったりとかしてって、ご飯行くとかはしてたんですけど、妹とも、その今の彼氏、結構まあ仲良かったのもあって知ってたくらいなんですけど、まあ会話できるくらいの仲だったんですけど、自分が癌になった時に今の彼氏に連絡をしてくれて、でその時にこうなんだろうな、メッセージみたいなのちょうだいみたいな、妹が今の彼氏にちょうだいって言って、それをまあ私に届けてくれた。彼氏だけじゃなくていろんな人のメッセージを届けてくれた中に今の彼氏のメッセージとかもあって、そういうこともありつつ、私いろんなところに住んでて、山梨、長野、東京みたいな住んでて、で、コロナになって実家の新潟に帰ってきたのが一昨年前、そのくらいなんですけど、帰ってきた時に、普通に友達だから遊んでて、まあ、あれやこれやと、はい、ありまして。遊んでていい感じだったよね。そう。で、また付き合おうか、みたいな感じになったっていう流れですね。おー、そうなんや。もうじゃあもうあっちは、癌の時になった時にメッセージもくれてるから、もう知ってる中で、こう、遊びに行ったと。そうなんです。で、知ってる中で、じゃあ、感じになって付き合おうかってなったってことよね。そう。じゃあもうこっちからカミングアウトするとかそういったところのハードルっていうのは全然なかったってこと？それははい、全くなくて、だからこそこう、なんだろうな、ストレスなくというか、付き合えたっていうのもあるかもしれないですね。ね、子宮体がんだから、取ってるわけで、今後まあ僕もそうですけども、子供がみたいなそういったところの話もしくはなんかちょっと、なんかあったりとかするんかな、なんかそこって。まあ、私と彼の中では、別にそういう詳しい、今後子供が欲しいんだよねとか、欲しかったんだよねとか、そういう系の会話は全くしてなくて、まあ多分もうしなくても分かってるまあそうね。だと思うんですけど、そこは全然心配なかったんですけど、この年齢30前半で付き合う人の親のことがやっぱり心配になっちゃうね、私。孫が欲しいっていう方の息子だと、ちょっとこっちが気が引けちゃうっていうのもあるんですよね。ただでも、まあ、全然そういうの一言も言われないので、まあ、そういうとこも全部含めて受け入れてくれているんだな、このファミリーは、と思っているから、まあそういうところは安心してはいますけど、最初はやっぱりどう思ってるかわかんないときは不安ですね。特に向こうの両親は。彼氏じゃなくて、はい、そっちに目が行きます。その子供に関しては。まあそこら辺は、じゃあ、まああっちも分かってくれてるやろうしというのと、まあ彼氏さんとも日々のすり合わせみたいなのは、子供限らずあったりとかして、今は不安とかって特になかったりとかする？今は全然何もないです。もう幸せです。はい。さくらさんはご結婚してて、で今の旦那さんとは癌になってから付き合った？いえ、癌になってからではないですね。結婚3年目ぐらいで私が癌になったっていう感じですね。そうなのか。結婚されてから癌になったということで、癌と宣告された時、さくらさんはもう旦那さんにすぐ、もう癌になったわ、みたいな感じで言っていた？うちは子供がいなくて晩婚なので、結構落ち着いた暮らしはしてたんですけれども、やっぱりちょっと私の年齢的にも42歳になったばっかりっていうことで、ちょっとね、まだ子供が欲しいっていうちょっと頭もあったりとかして、いろいろ話を結構密にはしていたんですよね。病院に行くのも全部相談もしてましたから、結果どうだったっていうのがやっぱ最初の打ち上げた時になるかなと思うんですが、頭真っ白になっちゃいまして、がん告知を受けた日に。はい。鮮明な記憶っていうのはちょっとないんですけど、でもその後にちょっと何言ってるかわからないって言われてノートもなんか取れてないし、なんかちょっとどういうことかわからないから、もう一回病院に行こう、もう一回告知受けに行く？そんなんある？本当に真っ白になってしまったので、本当にもううまく説明できなくてわからない。二人で行ったってこと？もう一回？そうです。私があまりにも何も分かっていない状況になっちゃったのでこれはいかんということで一緒に行って
くれて、うん一緒に説明を聞いてもらってしっかりと、サポートしてもらいました。旦那さんはそれを聞いて、一緒に頑張ってこうかみたいな感じのスタンス、姿勢っていう感じですかね。特に気合を入れるという感じもなく、今までと変わりなく接してくれて、でも、肝心なところのサポートっていうのはしてもらってました。ああ、もう落ち着いてるからね、二人ともね。もう桜木はすごく落ち着いてるんですね、じゃあね。落ち着いてます。